チェ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 ーンテテーン。わー、顔認証してる。私よりも人間味があると思われてるこっちの方が。ちょっとこっちを認識してください。お願いします。カメラさん。カメラさん聞いてないです。私の。はい、ありがとう。認識。Thank you。さあ、今マジで7時28分。朝ごはんスタバです。今日はもうご褒美です。なんでかっつうと、工事が始まるのが怖いから。工事が始まるのを怯えて、早くもう朝一でスタバさんに走ってまいりました。ということで、久々のスタバさんでーす。なんかさ、今ってさ、あんまりあれじゃない？やる気満々スタバさんじゃない？もしかして。でもそんなことないのか。なんか、ご飯を楽しみに、ご飯っていうか食べ物を楽しみにしていったんだけど、あんまり新商品というか季節の商品がなかったような。でもなんか新商品ですっておっしゃってた、これ。ひゃー。ちょっとそうだ、お皿持ってこよう、お皿。だからさ、1個は多分新商品なんだけど、期間限定の新商品なんだけど、多分1個は普通にいつもあるやつ。開けます。ねえ、やばいじゃん。超美味しそうなんだけど。すごい形を保ってんじゃん、この子。でも、素手で持つものですか、これって一体。あんバターのスコーンです。これでも固まってんだけど、これマジで。すごいバランスで固めてあんじゃん。この子は揺るがない意志を持ってます。全然、なんか、こんなピサのシャトーより全然傾斜が強めで。はい。この傾斜見てよ。だって、もういいんだよ。そんなことはどうでも。誰もあんバターサンドのスコーンのさ、傾斜は興味ないんだよって。そう。で、これ、期間限定らしいです。マジで可愛いんだけど、30周年なんだって、日本に来てから、スタバさんが。で、それの記念なのか、なんかそういうやつで、あれなんだって。店員さんがおっしゃってた。これは2015年に発売されて、なんか今まで人気だったやつが復活みたいなやつらしくて、店舗ごとに置いてあるやつが。で、私は今コーヒーゼリーもめっちゃ気になってるんだけど、私が購入したのは、ザ・フラペチーノ・オブ・フルーツ・オン・トップヨーグルト with クラッシュナッツっていうやつです。マジで美味しそうじゃん。これマジでいろんなやつ味わってみたいよね、いろんな味。ヨーグルトをデザート感たっぷりに味わえるフラペチーノだって。ストロベリー。これなんて読むの？黄色い桃ってなんて読むの？お待って、マジもう、バカタレもいろいろバレるだろ。黄桃だって。そっか、これ白桃って読むもんね。マジやだ。照れる。黄桃とオレンジと白桃の4種類のフルーツ果肉入りのフルーツジェリーを合わせ、さらに香ばしい深入りでーん、もう日本人やめよっかな。アーモンドも組み合わせました。カップの底にヨーグルトを追加したことで、過去のフルーツオントップヨーグルトフラペチーノウィズクラッシュナッツよりヨーグルト感がアップ。一日のスタートとなる朝にもぴったりの一杯です。やばくない？朝に合わせてきてくれたんですか？最高じゃん。私ちょっとぴったりじゃん。あと多分これは常にあるやつ、前も食べた気がするんですけど、これなんか見た目がめっちゃ好きなんだよね。シナモンロール、これなんか可愛くない？私これめっちゃ見た目好きでさ、見た目かいみたいな。でも美味しいのよ。美味しかったはず。食べていきたいです。ご褒美朝ごはん。マジでスタバの店員さんってめっちゃ喋ってくれるよね。一人暮らしの身からしたらなんかびっくりするぐらい喋るんだけど、そこで一日の会話分全部喋ってくれる気がする。一人暮らしの身からすれば。でもなんかさ、もうあれ目当てで行く方もおられそうじゃない？マジで。もう今日もあの人と喋りたいとかさ、元気いただきたいみたいな感じで、なんか全然おられそうだよね、普通に。ちょっと待って、すっごい美味しそうなんだけど、嫌なんですけど。嫌ではないです、ごめんなさい。イエーイ、美味しそうね。みんなさ、あれやった？なんか今さ X とかでさ話題になってるさ、ジェミニーとかチャット GPT に入れるプロンプトがあって、それがマジでなんかおもろくて友達と結構やってんだけど、これマジでみんなやってみて。マジで誰が出てきたか本当教えて。これまでの個人的な経験に基づいて、あなたと長く会話してきた中で私に似たキャラクターを一人教えてください、名前だけっていうやつ。なんかそうしたら映画とかアニメとか漫画とかのキャラクターを教えてくれて、今までの会話に基づいて AI とのあなたはこの人ですみたいなのを教えてくれるので、なんか私の場合はちなみにチャット GPT に聞いた時はアメリアメリちゃんだって。映画のね、アメリちゃんだいぶ個性的なんですけどって感じで、ジェミニーに聞いた時はセーラームーンだっためっちゃおっちょこちょいじゃんみたいな。私そんなおっちょこちょいかみたいな。で
これいただきます。これ絶対美味しいよ。もうだって30周年の方選ばれし方だからね。いただきます。絶対もう、はい、いただきます。朝にちょうどいいです。朝おはよう。マジで美味しい。思ったより結構あっさりしてるよ。あっさり、甘いんだけど、いや、これ朝にこれは誰か作ってくださいって感じ。スタバさんからしたら、じゃあ買ってくださいって感じだよね。なんかこれ、最初飲んだ時、これナッツいるって思ったんだけど、なんか後からナッツが効いてくる。ナッツで個性出してる。ヨーグルトはもちろん美味しいんだけど、めっちゃ美味しい。やば。なんかスタバさんってマジで外れないよね。私さ、この間、煎茶抹茶ティーフラペチーノわらび餅入り。めっちゃ美味しかった。ティーバーナっていう、多分なんかスターバックスさんのティー専門ティーメインのお店屋さんに売ってるやつなんだけど、それもめっちゃ美味しかった。スターバックスでさ、これ今回の外れだなってあんま思ったことない、マジで。豪華なさ、朝ごはんを食べていいですか？これやばくない？もうお腹減ってんだけど。あんバタースコーンからいきます。この見事な傾斜を見てください。これマジでちょっと固定されてんだよね。なんか固定はされてないけど、なんつうんだろう。そんな揺るがない意志を感じるの。いただきまーす。絶対美味しいじゃん。あんバターなんか大好きなんだから。いただきます。うんまっ。なんか、この、一瞬、このスコーンには私殺されるかもって思ったのね、一瞬。水分全部持ってかれそうで。そこをバターとあんが包み込んでくれる包容力。母のような。これマジで美味しい。めっちゃ美味しい。やばい。なんかなんだろう、この、程よい甘さ。やばいじゃん。美味しいじゃん。待って、休みの日とかにさ、マジやってみて。ほんと、朝スタバ。最高だわ。しかも、家で食べるの。店舗じゃなくて。どこを顔認証してんだよ。マジでなんで最近ちょっと今日顔認証悪くない？ちょっと違う顔。結構長年やってきてるぜ、私たち。未だに。で、今日はね、皆様にね、質問をしたんです、久々に。年齢イコール恋人いない。ちょっと待って、私ちょっとやだ。待って、恥ずかしい。待って、みんな気づいてたのこれ。ねえ、みんな恥ずかしい。めっちゃ誤字してんじゃん。年齢イコール恋人いない歴って書きたかったんだけど、歴史になってます。または、長い期間恋人がおられない方、ズバリ理由は何だと思うってみんなに聞いてみたの。私自分でもちょっと分析したくて、私が自分で分析した結果なんだけど、もうほぼみんなと一緒。マジで。もう同意してやばかったもん。本当に。もうわかるんばって感じで。ちなみにルンバってめっちゃ難しそう。もう分析というかもうみんながもう終えてんじゃんみたいな分析を。もうみんなのがもうそうだよねすぎて。あとなぜかめっちゃ染みるんだよね、みんなの回答が。なんでだろう。もうなんかうなずきすぎてスクショが止まんなかった。でもめっちゃ多かったのが、なんかやっぱ自己肯定感が自分が低いからっていうのと、あとなんか一人が楽しすぎるっていうのがめっちゃ多かった。めちゃくちゃわかる。わかる。これとかもう潔いよね。めちゃくちゃわかりやすいよね。戦に出てない。染みるよね。染みるっつうかなんか刺さるよね。なんか別にそう傷つくとかじゃなくて、しんみりなんか、そうだよね、みたいな。戦に出てないよね。これもめっちゃわかるの。心の環境変化が怖い。このままでいいとなんだかんだ思ってしまう。マジでさ、人間なんて変化なんて一番怖いんだから。一番怖いんだから。生命の危機なんだから、変化なんて。妥協がない。とりあえず付き合うができなくて好きになった人しか付き合いたくない願望が強い。ハンドシェイクをしております。でもさ、わかんないんだけどさ、私さ、最近思うの。なんかさ、いや、めっちゃ被害妄想なんだけど、被害妄想狂なんだけど、私が。恋愛してないと、なんかやばいやつじゃなくて、なんか、なんていうんだろう、なんか責められてる感ない？じゃあ全然誰も責めてこないよ。責めてないんだけど、私が勝手に多分、自分が自分を責めてんのかな？なんか、いや、マジでわかる。でもさ、妥協しなきゃダメなら一人でいる方が楽とかもあるよね。写真撮ってください、今。写真スクショとかでもなく写真だからね。マジで画面越しにカメラで撮ってね。マジでそうだよね。いやでもなんかよく聞くじゃん。なんか後から好きになるパターンもあるよみたいな。好きじゃなくても付き合ってみて。私それ多分ないと思う。私自分が結局心の奥底では一人が楽だと思っているから、そういう思考が己の行動に出てるんだなと思ってる。かっこよ。己かっこよ。いやマジでいや分かりすぎてやばいんだよな。確かにさ、一人以上に楽なことってないか、結局。いやでもどうなんだろう。いや難しい。なんかさ、この間さ、友達と話しててめっちゃ思ったのがさ、今まで自分が育ててきたものを、てかなんか自分が今まで舗装してきた道を、なんかずかずかこうなんて言うんだろう、入ってくる方じゃなくて、なんか一緒にその道とかをさ、めでてくれる方がいらっしゃったら本当に幸せだよねみたいな。なんつうんだろう、マジで伝われ伝
伝わってくれ。石橋を叩きすぎている。マジでわかる。叩くよね、石橋ってどこまで叩けばいいかわかんないじゃん、本人は。で、気づいたら壊れんだよね。本当にさ、どれぐらいで壊れますみたいなの教えてくれてほしいよね。自己開示が下手くそで甘えるイコール迷惑かけると勘違いしてる我慢強い私。わかる。いや、わかる。迷惑をかけるの厳しくない？なんか、迷惑かけることに対して。なんか、悪意がなければ迷惑かけてもいいとかじゃないんだけど、人間ってさ、迷惑かけ合って生きてるんじゃないのみたいな。なんかさ、迷惑もさ、レベルにもよるし、なんか人にもよるし、みたいな感じなんだけど、はい。なんか、迷惑かけると思います。人間なんで。でもなんか、そうだよね。わかる。迷惑かけちゃいけないって昔からなんかわかんないけど、あるよね。なんか、あるよね。でも甘えるイコール迷惑かけるじゃないんだろうな、多分。私別に、甘えられて嫌だったら断るし、ちょっとごめん、今回は。なんかさ、甘えのさ、種類にもよるよね。なんかなんかもう、あれ、私を使っているあなたはみたいなのだったら、なんかもう、ちょっとごめんちょ。今忙しいちょってなるけど、なんかマジで頑張った人が甘えて、なんつうんだろうね。甘えってさ、なんか2種類ぐらい作ってほしいよね。なんかめんどくさいから甘えてるのか。いや、もう難しい。難しい。学生時代に同級生の男子から容姿バカにされたり、おじさんから下心しかない好意を寄せられたのがきっかけで、自分自身を好きになる人はいないって思ってるのと異性の目が怖い。いやー、マジでさ、学生時代のさ、記憶って何なんだろうね。もうこびりつきだよね。全然取れなくない？もう全然さ、その頃からさ、私たちも変わってるわけじゃん。で、時代も変わっているし、多分その相手も変わっている。分かっている、それは。ただ、記憶は残っているみたいな感じで、本当にさ、なんか欲しいよね。なんかデリートする機能。世にも奇妙な物語とかであった気がする、そういう。あ、違う。アリアナ・グランデのミュージックビデオでもあった。嫌な記憶っていうか、恋人の元彼の記憶を消してくれるやつ。そこだけ消してくれるの。悲しい。悲しい。下心ってさ、そうだよね。下心、いや、わかる。好きな方からへの下心って何？いや、待って、ちょっと待って、わかんなくなってきた。好きな方からの下心は全然でもないけど、下心って何？なんかもう、みたいな感じかな。のみなんか、近づきたいなとかも下心なんかな。好きでない方からの下心ってそうだよね。いやもうはい完全に同意です。これ以上は踏み込まれたくないっていうラインがあって、そこを越えそうな人は拒絶してしまいますめっちゃわかる。だからさっきのさ、私のさ舗装した道を、私が今まで舗装してきた道をデン開けろみたいな感じで入られると、なんかマジでうーわってなるんだよね。なんかこんな感じ、ここまでじゃないけど、なんつうんだろう、なんかいやーマジでわかるわ。なんか一緒にさめでてくれる人がいたらマジで最高よね。この道こういうとこ素敵だねみたいな。なんつうんだろう、マジでむずいざ好意を向けられると避けちゃいます。両片思いみたいに掛け合いをできる関係で終わるのが理想。両片思いね。てか両片思い以外むずくない？じゃないと付き合えなくないってなる。付き合えなんか進まなくないってなるんだけど、片思いのまま付き合うって可能なのか？その後好きになるかも的なことよね。かけすぎん？いやでも両片思い、いやわかる。鋭い行為、なんつうんだろう、むずっ。言葉って少なくない？言語ってさ、多分私が知らないだけなんだろうけど、行為にもさ、なんかいろんなさ種類ない？なんかそれをひとまとめで行為って言ったらさ、もう全て一緒になっちゃうけど、なんか私は種類がめっちゃある気がする。100種類ぐらいある気がする。アンミカさん出てきたじゃん。恋人いなくても人生楽しい、自立してる心の安定剤が恋人の他にある。恋人いない人かわいそうって思われるのは私別に全然いいんだけど、恋人いない人ってか恋人作ろうとしない人ってマジ悪だよねって思われるのがなんか解せなくていや悪だよねと思ってないけどでもわかるなんかなんつうの、悪だよねとは思ってないかもしんないけど、なんていうの、なんで作んないのみたいな。なんつうんだろう、なんかさ親戚とかでさ、なんかやっぱいやー難しいね。なんかどこ行っても難しいわこれマジで。人にもよるし状況にもよるし。でも私この間さ、おばあちゃん今入院してんだけど、おばあちゃんとテレビ電話した時に、変な男に捕まらんときよって言われて、めっちゃ元気ないのね今おばあちゃん。でもそういうおばあちゃんでもめっちゃそう言ってくれて、でもなんか私それはなんか愛を感じた。マジむずくない？なんかほんと状況と人と愛と感情によるよねマジで。普通にプレッシャーに感じる言葉にもなるかもしんないじゃん、こういうのって。年齢イコール恋人いない歴、告白されたらなぜか不安になり蛙化現象が起きる。蛙化現象でしょ？蛙化現象って何だったっけ？なんか好きな人に
疲れたら引いちゃうやつだよね、確か。それこそさ、下心が見えちゃったからとかなんかな。わかんない、マジで。なんだろうね、なんかうって思う時あるよね。何なんだろうあれ、マジ。てかもうさ、なんかその説明できない、言語化できないことが。バイク元気すぎたぞ、朝だぞ、まだ。朝だからなのかな。通勤のバイクですか？すごい音で通勤されますね。わかる。なんかうっていうさ、感情マジで何なんだろう。ちょっと恐怖もあんのかな。マジでこれなんか誰かレポートを書いてください。相手に心を開くのが遅いし、でもそれはいいんじゃない？慎重になりすぎちゃう。もっと何も考えずに恋愛したい。わかる。なんかさ、私もうあれみたいな感じの恋愛したい。なんかセックス&ザ・シティの、なんかめっちゃ恋愛する女の人いるじゃん。私ごめん、あんまり見てなくて、セックス&ザ・シティわかんないんだけど、なんか、めっちゃ恋愛する方いらっしゃるじゃん、女性で。4人のうち多分1人。もう、なんていうの、もう若い人からもう、多分結構上の方まで、もうどんな男でも、いってらっしゃい、いってらっしゃいじゃない。なんか、いらっしゃいみたいな女性が確かいらっしゃった気がするの。なんていうお名前がちょっと、存じ上げないんですけど、その方みたいになんかもう本能でさ、パチって目があってドーンズドーンバーンみたいな感じで、これはどういう意味だとかさ、考えずにさ、マジでさね、恋愛したいよね。わかる。でもあんま日本人でそういう方見たことないな。これマジでわかる。自分からアタックできないことと、好きバレしたくなくて興味ないです感出してしまいます。わかる。なんかさ、なんでさ、好きバレしたらさ、恥ずいんだろう。別にいいじゃんね、別に。だからそれで無理って人は多分去っていくだろうし、って思う方はさ、残ってくださるかもしんないし、本当にわかる。まあでも迷惑かなともちょっとは思っちゃうんだよね。ちょっとこの超美味しそうないただきます。ちょっとマジで可愛くない？これマジで帽子みたい。帽子にしたらマジで可愛い感じ。やめな、食べ物で遊ぶな。ごめんなさい、遊んでないんです。いや、遊んでもるかもしれない。ちょっとこれせっかくカトラリーいただいたので、カトラリーでお上品にかぶりつこうかと思ったけど、お上品にいただこうと思います。すいません、鋭利な部分を。やだ、もうなんかなんかさ、お上品じゃない？ちょっとどうですか？お上品じゃないですか？今日の見た目となんか指揮者じゃん。もう指揮者来てんじゃん。ちょっといいですか？ナイフインシナモンロール。意味わからん。意味わからん。なんかブリブリ言うんだけど、これ何？皿か。すごい。こんな硬かったっけ？これシナモンロールってこんなんだったっけ？この匂いいいよね、シナモンの。シナモンそんな好きじゃないけどさ。いただきまーす。うまっ。相変わらずうまっ。この白いとこマジ美味しいよね。何なんだろう。私これナイフとフォークで思い出すんですけど、19歳の時に、ロンドンに留学した時に、なんか、外国人の女の子に、ホームステイ先の、ナイフとフォーク使えるんだ、すごいじゃんって言われて、ってなって、でもなんか悪気なさそうな感じだったのがマジで怖くて、いやでもどうなんだろう、なんか、基本悪気もあるのかもしれないんだけど、バリ冷えたよね、心が。スッてなったよね。偉いじゃんみたいな。すごいじゃんみたいな。本当に美味しいんだけど、やばい。おいしい。私さ、この間さ、思ったことがあんの。なんかさ、思ったんだけどさ、例えばね、進化の過程というか、てか、もし、人間が子供を産む、なんていう、子孫を残すことがゴールじゃなくなったとしたら、どうなるんだろうと思って。なんか今ってさ、その縛りじゃないけど、なんて言うんだろう。子孫を残さなきゃみたいなのが結構強いじゃん。だから多分恋愛しなきゃっていう、あれになるんだと思うの。なんかそれをメインに、やっぱ選ばなきゃっていうのがどっかであるじゃん。でももしその前提がなくなったら、例えば、誰でもいいわけじゃん。誰でもいいって、なんていうの？例えばそれこそ同性でもいいし、なんだろう。すごい年齢差があってもいいわけだし、なんだったらずっと一人でいてもいいわけだし、好きなことをずっとしてもいいわけだし、でもさ、多分子孫を残せないっていう種の存続みたいなのって多分死につながるわけじゃん。多分人間からしたら死というか消滅みたいな。だからめっちゃそれを恐れて社会が今までできてきたと思うんだけど、今のさ社会の変化って凄まじいじゃん。いろんなことが。なんかそれが種の保存みたいのがメインじゃなくなったら、人間のなんつうんだろう、どっかにあんじゃん、やっぱ残さなきゃみたいな。でもそれがなくなったら、残さなきゃがなくなったら、なんかめっちゃ自由になるのかなとか考えたりとかして、深夜に。
考えてました。心から必要と思っていない。そうだよね。いや、わかる。表面では、なんか、いや、わかる。いや、もう、本当に。でもさ、意外とさ、自分の本当のさ、心底、奥で考えてることって意外と自分でもわかんないよね、マジで。なんかそれは、欲しいって表面上は思ってても自分で、欲しがらなきゃって思ってるパターンもあるし、心の底では別にいらないって思ってる時もあるし、逆もしかりみたいな。マジでむずいよね。なんでさ、自分なのにわかんないんだろうってマジで思わない？思うよね。あと素朴な疑問なんだけど、なんで私ってこんな小指立つんだろう。ここにつけるだけのことがなんでそんなに嫌なの、小指。教えて。なんかこれめっちゃ座り悪いの。安定感。これなんだよね、やっぱ正解は。なんで小指からしたら辛いのかな。この方が、私こっちにみんなについていくの辛いですみたいな。私は私で生かしてくださいみたいな。私は私で生きさせてくださいみたいな。私の形でみたいなこと。そうだよね。コップってこうなってるもんね。こうなってるから小指も無理しなきゃいけない。マジで何の話。もう怖いマジでどうでもいい話。ごめんなさい。自分で自分を楽しませられすぎてしまうこと。めっちゃいいことじゃん。マジでさ、それでも OK ってなるもんね。その子孫の繁栄、保存が、なんていうのが、継続が、なんつうんだろう。なんか今まだ第一任務だよね、人間の。第一任務もうごめんなさい、もう私もう語彙力がピーンです。すいません。萌子ちゃんと同世代でこの前までいない年齢でした。悪いところとか探し続けてたけど、結局好きになるゾーンが狭めだったんだなというふうに思います。恋人が途切れない人はゾーンが広くて、とりあえず付き合ってみるとかもできちゃうタイプ。すごいな。狭いととりあえずとか無理ってなるけど、バチンとハマる人と出会えた時の居心地のフィット感半端ないです。だから分析結果は好きになるゾーンが狭めの場合、ご縁とタイミング。マジバチンとハマる人と出会えた時の居心地のフィット感半端ないの？詳しく教えてください。お願いします。ちょっと知りたいです。すごい。どうやったらバチンとハマりますか？ハマる人に会えますか？マジでバチンとハマりたいんだけど。いや、マジでバチンとハマりたい。本当にわかる。マジで、そうなの。マジで、待って。本当に、この方の言う通りでございますって感じ。てか好きなゾーンがさ、広い方っていうかさ、とりあえず付き合ってみるってすごいな。いや、でもそうだよな、マジで。これはタイプにもマジでよるんだろうな。私なんか行動力があるのかないのかわからない人間なんです。なんか行動力あると思ったらないんかいみたいな。ないかと思ったらあるんかいみたいな。マジで、どっかに行ったりとかして出会いの場とかに行くのとかは全然できるの。別になんか苦じゃない。苦じゃないは嘘。ちょっと苦なんだけど、できるの。でも、そうなんだよね。なんか多分自分の中に、好きでもない方を入れるのが結構苦手で、自分の範囲に。そこだけは、なんて言うんだろう、前向きになかなか、なんかバンバが誰でもじゃないけど、なんかいろんな人と挑戦してみたいみたいな、前向きさはない。いや、この分析だいぶやばい。すごい。恋愛への怖さとめんどくささ。これは、私みたいにお付き合いしたことない方かもしれないけど、未知の怖さもあるよね、やっぱ。未知の怖さもあるよね、やっぱ。慣れてなくて異性のことを全員意識しちゃうから何が恋かわからない。何が恋かわかんないよね。でもさ、なんか全員意識してたらめっちゃモテそう、なんか。いや、マジで何が恋かわかんない。もうちょっとマジで誰か教えてください。でもこれって人によっても違うのかな、何が恋か。恋か。ガードが硬い。でもガードは硬くてよくないかって私思うんだけど。ダメですか？危なくないですか？ガード硬くないって。一人でも人生楽しみすぎちゃって。ね。わかるよね。人生楽しみよね。ね、この方多分アドバイスしてくださってるんですけど、すごい素敵なんだけど、自分は最強可愛いと思うこと、あとちょっとの勇気を身にまとうことかしら。ね、素敵。なんか本当にそうよね。自分は最強可愛いと思って、ちょっとの勇気を身にまとう。もうマジでこんな女子絶対可愛いもんね。そりゃそうよ。わかる。ちょっとの勇気よね、一さじのね。そんなガツガツいかなくてもいいんだよね、多分。ちょっとの勇気なんだよね、ほんとね。マジでわかる。ただ憧れてるだけで自分には必要ないんだと思う。どうしても欲しければ作ってるかも。はい、めっちゃはい、染みてました、今。てか、なんかさ、今の世の中って、なんか、別に私恋人とか別に、そんな別に欲してなくてって言ったらなんか強がってる感じない？なんか、でも強がってんのかな？だって、そうだよね。なんか、バッチリさっきみたいなフィット感のバーンみたいな人がいたら確かに欲しいもんな。わかんない。でもそうだよね。だからバチン、もうわかんない。一人で基本何でもできるから隙がない。過去男友達に言われた、一人で生きていけそうって。
なんつうこと言うんだよ。一人で生きていけそうって。一人で生きていける人間なんていないよね。何でもできるからなんてみんなさ、そうじゃないでもみんなそんな、そうじゃないだってそんなみんなさ、一人でも生きていけるけど、それでも誰かと生きていきたいからあなたを選んだんじゃんって感じだよね。あなたもってかもう男友達だけど、なんていうの、一人でも楽しいけど、二人だともっと楽しいがいいよね。本当に本当に。そういう星のもとに生まれたんだと思ってる。星か。星って言われたら私もう何も言えないわ。そういう星のもとなのかな。これもマジでわかるかも。誰かと付き合うと自分の嫌なところが見えてしまうのがしんどくて逃げてた時期もありました。なんで恋愛ってさ、あんな自分の嫌なところを結構見せてくれるんだろうね。めっちゃ波とか来たりしない？感情の。追われると逃げてしまう。これ男女ともにそうじゃない？怖いもん、追われたら。恋愛してない方がメンタルが安定するので、それを乱したくないのが一番大きいです。いやマジでわかる。恋愛したらメンタル大荒れよね。でも友達でどっちのパターンもある人がなんて言うんだろう、相手によって、付き合う相手によってメンタルがめっちゃ荒れる人と、めっちゃなんか逆になんて言うんだろう、ポジティブになれる人とがいて、やっぱ相手にもとか相性とかにもよるんかなって最近新しい発見。顔で選んでた時期が最近までありました。大事じゃない？顔も。でも彼氏がいた頃より別れてからの自分が自由で自分らしいって気づいてから、一人がマイナスと肝心マインド。わかる。本当か。あとさ、女子中に通ってたから、免疫がなさすぎてっていう答えも結構ありましたね。それめっちゃわかる。私も結構そんな感じだから。これめっちゃ刺さるわ。やば。自分のことばかりで相手のことを見ていなかった。これもね、めっちゃわかるの。私は萌子さんと同世代で、年齢イコール恋人いない歴なのですが、そもそも好きな人もできません。ハンドシェイク。そんな私の自己分析による、こんなにこじらせている最大の理由は、相手を信じてと心を委ねることへのハードルが高すぎるです。10代前半の頃、壮絶ないじめではなかったですが、女の子特有の嫌な人間関係によくちょっと待ってちょっとせっかくいただいたやつをちゃんと読め。私頑張れ。嫌な人間関係によく巻き込まれていました。過去急に無視されたり、言いがかりをつけられて空き教室に呼び出されたり、もともと性格的に人を頼ったり甘えたりするのが下手なタイプですが、そういった経験から男女問わず相手をなかなか信じられなくなりました。友達の場合は、旅行に行くのはこの子、愚痴を言い合うのはこの子など、役割のようなものが人によって変わったり、もし関係性が悪くなってしまった子がいても別の友達がいます。でも恋人はたった一人だけなので、その人を信じて全てをさらけ出してということがどうしてもすごくハードルが高いものに感じてしまうんです。そのたった一人に裏切られたりしたらどれだけ傷つくんだろうと。告白された経験はありますが、今はそう言ってもとすれたことを考えて距離を取ってしまったこともあり、今となっては反省していますね。マジって恋愛とかって何なんですか？本当にマジで本当にわかります。もう本当にさ、皆様もうなんか大切な自分を開示してくださって本当にありがとうございます。なんかもう本当に染み渡りました。本当に。でも結構これを見て、その皆様のお話のおかげで多分なんか私だけじゃないんだ、よかったみたいにちょっと安心してくださる方もいらっしゃると思うんですよ。だからもう本当にわかる。でも別に私もなんか必ずしも全然もう恋人作らないといけないとは思ってないし、自分的には欲しいけど人生楽しいじゃんしょうって感じなんですよね。なのでマジで自分の心地いい方、楽しい方を選んでください。皆様一緒に選びましょう。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとう。ほんじゃまたねー。バイバーイ。ねえ、まだ工事始まってない。やった。今日休みでもいいよ。